everyone! リカチャンネルへようこそ。今日もお会いできて嬉しいです。今日は私の中ではドキドキ緊張しちゃうデコレーションケーキをご紹介したいと思います。カラミビューティフルというミルクたっぷりなちょっと優しい味わいのバタークリームにぴったりなケーキです。何がカラミビューティフル？切ったらなんじゃこの色っていう楽しみがあるケーキです。今日はピンクとベースの白とココアを入れて茶色の3色でマーブルにしていきます。お誕生日ケーキとか何倍にもして大きく焼けばウェディングケーキにも使えますので、ぜひやってみてくださいね。まずケーキを焼いてデコレーションして仕上げていきます。ではついてきてください。まず材料なんですけれども、とてもシンプルですが、今日すべて常温に戻しておいてください。卵 L サイズ2つ、グラニュー糖と薄力粉とベーキングパウダーと柔らかくなったバターです。ふにゃふにゃっとするまで、足りなければ電子レンジ 100W または 200W に10秒ずつかけて柔らかい状態に持っていってください。溶けてしまうとちょっと状態が変わりますので気をつけてチンしてくださいね。で、牛乳入りますけれども、これもキンキンに冷えた状態でしたら1分ほど500〜600W でかけてしまっていいので、ほんのり温かい状態の方がいいかもしれません。1/3の生地の量に対してココアと粉と、ココアって油分が多くて生地がギュッと締まってしまうので牛乳で柔らかさを少し足します。あと今日はピンクにしていくのでピンクのフードカラーを使います。これは日本で売っている水で溶かして使っていただく色粉ももちろんいいですし、持っている方はこのジェルペーストので、オーブン今ピッピになっていますけれども、160度から170度に予熱しておいてください。それから今日は12センチの型に作っていきます。12センチの場合は2台分で、18センチのケーキの場合は1台分のレシピになっています。小さなマフィン型とかに作ってしまって召し上がってもいいと思います。結構ボンと膨らむ生地なので、ギリギリまで入れてしまうとオーブンの中で溢れますので気をつけてください。これからプレーンな生地を作っていきます。室温で柔らかくしたバターです。分量のお砂糖を一気に入れちゃいます。卵を割りほぐしておきます。全体が白っぽくなってふんわりしたところで卵を少しずつ加えていきます。4回ぐらいに分けて入れてください。一気にいっぱい入れると卵のドゥルドゥルが馴染んでくれなくって混ざりにくくて分離しやすいので、少しずつ入れると思ってください。手の代わりでハンドミキサーを使っているので低速でやってください。卵の黄色いツヤっとした部分が完全に馴染んで滑らかなクリーム状態になるまで混ぜてください。きれいに混ざりました。あとは手で混ぜていきます。で、あとは粉、ベーキングパウダーすでに入っています。だいたい1/3。軽く混ぜます。ゴムベラで下からひっくり返すようにして、左手はボールをぐるぐると手前に引きます。そうすると一気に全体が混ざっていきます。ちょっと馴染んだところで牛乳半分ぐらい入れてしまってください。すごい牛乳がたくさん入るのでお子さんにも人気なミルキーな優しい味ですよ、このケーキ。で、だいたい馴染んだら1/3入れます。で、また馴染んできたら牛乳入れます。そして粉を入れ切ります。ひっく
くり返す、ひっくり返す、引き寄せる、引き寄せる。で、ダマがなくってだいたい全体が滑らかかなってなったところで手止めてください。混ざりきったところで3分の1、約3分の1に生地を分けて、1つは茶色、1つはピンクにしていきますので、これをだいたい3分の1ずつに分けます。マーブルにするときに他の色に白が染まっていくので、白が一番多めでいいんです。ココア、で牛乳も入れちゃいます。ちょっとゴムベラが大きかったぞ。先ほどと同じ混ぜ方で全部いきますよ。これでココアが出来上がりです。次、ピンクです。どのぐらいのピンクにするかは入れながら調整していってください。このぐらいのピンクにしておきます。茶色と青とちょっと優しい感じのピンクが可愛いと思います。これを3つ分けて入れていきます。型にバターを先に塗って強力粉をはたいています。粉が結構塊でついていると焼き上がった時にケーキの外側にモロモロっとしたものがつきますので、カンカンと台に打ち当てる感じで余分な粉ははたいてしまってください。まず白、どこを食べても3色なら3色使っている色が入っていると楽しいなって思いながら、どこに何色が入っているか確認してください。そしたらあんまりマーブルにすると面白くなくなってしまうんですが、表面を慣らす意味も含めナイフのようなものでぐるぐるぐるっと混ぜます。2つの差が少ないようにグラム測っていきたいと思います。これで焼いていきたいと思います。できました。オーブンに入れてきます。焼けました。いい色に焼き上がりました。これで型から出すんですけれども、10分ほどこのまま上向きのまま冷ましてください。バターをちゃんと塗っていると型からきちっと外れる生地なので、安心して外してください。これで少し粗熱が取れたところで乾燥を防ぐために全体にラップをかけて置いておいてください。焼き上がりました。焼き上がって冷めたケーキをスライスして準備していきたいと思います。一番上はちょっとまっすぐに切り落とすと想定してください。だいたい半分に切りたいんですけれども、ケーキをスライスするとき便利なものがあるんです。ケーキスライサー。ちょっと正確な名前はわかりませんが、2つセットで売っています。ナイフを挟んで同じところにセットしてこうスライスしていくと、まあ便利。同じ厚さにケーキが切れるという、ぜひ一つ用意してみてください。そうしたらもうあっという間に真ん中を通っていて、これがカラーミビューティフルの断面です。かわいい。この上も同じ厚さに切っていきます。切れました。もう一つ同じ作業をしていきます。ちょっとこの焼き面が分厚いので削っちゃいます。食べた時より美味しくなるように。いけた。またちょっと表情が違って楽しみです。ここが一番焼き面なので、私はこう重ねていこうと思います。こうしてピンクにコーティングしていきます。回転台、結構これずしんって重いんですけれども、お気に入りの回る回転台です。アテコというブランドなんですけれども、置いてるだけでもグッドルッキングなので、
あとはケーキを乗せる台、綺麗に消毒とかができるフラットなものがあると便利です。あと絞り袋と絞り口、今日はさらに同じ色でデコレーションしていこうと思うので、このような道具があります。袋の中に入れて、ここを切るんですけど、この口金を入れてクリクリクリっとすると、口金を変えて同じ色で絞りたい時にとても便利で、何個も袋を用意しなくていいので、一つの色でいろんなバリエーションの絞りをする時に便利な道具です。あとスパチュラ、こういう風に段差になっているものとまっすぐなものがあります。平たいものをこう伸ばしていく、こちらは縦の面を鳴らしていくのに便利です。使ってみてください。おすすめです。今日はこのピンクのクリームを使っていきます。あらかじめ真っ白なバタークリームを作って、そこに赤を加えて作っておきました。バタークリーム出来上がった後、冷蔵庫で冷やすと一段今見ているよりも濃い色になりますので、ある程度それを想定して作ってください。まずクリームを挟んでいくんですけれども、なかなか慣れるまで均等にクリームが乗らない場合が多いので、直径 8mm の丸型を使います。こちらに入れてはめます。少し。で、ここをひねって、できるだけここ触らないように、熱が伝わりますので触らないようにして、アウトラインだーっといきます。次、埋めたいだけなのでそんなに慎重にならなくていいです。自分の目が回らないようにだけ気をつけて、こんな感じで伸ばします。そしたら均等ですね。これで1段目完了。そしたら次乗せます。段差を埋めていきたいと思います。足りないところに足していきます。見えますか？ファーストステップ、クラムコート、クラム、カスですね。クラムコートって言いまして、どうしてもケーキの細かいカスカスが出るので、それを一旦こう撫でつけるというか、段差をなくしつつ下地を塗ります。もうこのオフセットスパチュラは終わって、こっちの大きい方に行きます。立って回せば全体を撫でれるので、これで一旦冷蔵庫に入れて表面を少し固めたいと思います。冷やしていきます。一旦冷蔵庫でほんのり冷やした後のケーキです。で、この後もいくつかやり方があるんですけど、先ほどの 8mm の絞り口をつけた袋にもう一度入れていきます。薄く仕上げたい場合は頑張ってスパチュラでラッペしていくんですけれども、デコレーション得意じゃないっていう方におすすめのやり方です。この回転台を回しながらこの子を側面に絞っていくんです。で、1段いきましたら次もう1段いきます。上まで来たら上も先ほどのようにいきましょうか。これきれいに埋めなくて良いのです。そうしたらこちらで伸ばしていきます。軽く押さえてます。そしたら今度これパンを作る方使うかと思うんですけれども、カードというものですね。こっちのまっすぐの面を使ってこちらに沿わしていきます。で、ポイントは台に対してまっすぐなんですけど、ケーキの面に対しては斜めにいきます。
で、ちょっとへこんでいる部分とか足りない部分は勝手に馴染んではくれないので足していきます。足してるつもりが大きく削らないように気をつけましょう。でもう一回。で、これね、じゃんじゃん回す必要もないんですけど、あまりこう、ゆっくり回すと、自信のなさが表面に出ますので、ある程度滑らかに回しながら、沿わせて、綺麗にしていってください。OK! 表面の角を、沿わせて、ピタ。沿わせて、ピタ。OK! 私的には綺麗にできました。これを今度デコレーションしていきますので、冷やします。できるだけ要所要所で冷蔵庫に入れてください。それではいよいよ最終の仕上げをしていきたいと思います。ここまで来たらもうちょっと緊張は向こうにポンと投げ捨てて、可愛くなれ、可愛くなれとデコレーションしていくだけです。で、今日はピンクに、同じピンクでエンボスというか控えめだけれども可愛らしい感じに仕上げたいと思うので、側面重視で飾りをつけていきます。それで選んだのがフリ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 っとつける葉っぱ型と、葉っぱとは違うフリフリをしたいので、お花のバラ型、ギザギザが多い星型、菊のような形です。まっすぐラインを入れる丸い小さいのと、穴が大きい丸を一つ置いておきます。で、目印をつけていきたいと思います。お肉とかを刺して焼いていたものなんですが、これを今日は使っていきます。まず縦にガイドラインを入れて、あんまりこの次にこれを入れてって今日は決めていないのですが、定期的に入れておこうかな。全体にこうして入れていきます。こうまっすぐいくか、ここにほい。こればっかりでも可愛いですね。もうちょっと変えていきます。次はバラとかが絞れるお花の形。デコレーションするとき、思いを込めて作るとその思いが伝わると信じているので、作るときにその人のことを考えながら作るようにしています。まっすぐ線いきます。難しい。これお客様のケーキを承っている時も、そのシチュエーションですとかお年ですとか、あと思い入れとかもできるだけ伺うようにして、送られる方がどんな思いを込められているのかっていうことをできるだけイメージして作るようにしています。これはこういうものです。かわいいでしょ。4かな。どうですか、どうですか。いくよ、回すよ。トゥルルルルル。違う、曲が違う。いい。それでは一旦冷やしたこちら、文字を入れて仕上げていきたいと思います。一段濃くしたバタークリームで描きます。何と描くでしょうか。なんか終わっちゃう寂しさもありますけど、OK、できました。
リカチャンネル。リカチャンネル。ちょっと寂しいと思っちゃう。いや、いいんですけどね。でもちょっとだけ余白が。できました。ファイナリー。見てください。リカチャンネル。リカチャンネル。カラーミビューティフルお疲れ様でした。これ最後の1ピースお出しいただきたいと思います。冷蔵庫から出したてだとこうやってバタークリームがポロってしてるんですけど、おすすめは15分ほど常温に置いて全体が柔らかくなってから召し上がってみてください。ケーキもバターケーキなので冷蔵庫に入れているとキュッと締まるので、常温に出して柔らかくなった方が美味しいです。美味しかったです。ごちそうさまでした。ケーキ焼いてバタークリーム作ってデザイン考えてデコレーションしてワクワク持っていったその相手に喜んでもらいたいって思う一心で作った気持ちは一口食べた時必ず伝わると思いますので、ご家族だったり大切な人、元気づけたい相手、何かの時には思い出してあのケーキ作ろうってこれを作ってもらえたらとっても嬉しいです。その時にはまたこんな風にできましたと教えてください。こんなケーキぜひ作ってみたいなとか、見てるだけで可愛くて楽しかった、そう言って思っていただけたらぜひいいねボタン、高評価ボタンを押してください。よろしくお願いします。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。またお目にかかれますように。ありがとうございました。